はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらの黒松きれいにしていって1年間でどのくらい変わったか動画にしてみたいと思います。幹が荒れてる黒松いじるときは慎重にやってください。ガーン取れちゃいました。気を取り直してやっていきたいと思います。針金外し終わったので古刃取りをやっていきます。古刃を取る理由は綺麗にしたいっていうのもあるんですけど、懐に目をふかしたいのと日当たりを良くしたいのと、樹勢のバランスを取ったり、そういったことが挙げられると思います。ハサミでもピンセットでもいいんですが、ピンセットの方が細かいところが届きやすいので僕はピンセットでやっています。少しですが上の方が樹勢が強いので古刃だけではなく刃透かしも少しやっておきます。次に刃切りをしたいと思うんですが、刃切りをすると、こんな感じになります。見えますかね。この先がちょっと茶色くなるので汚くなりたくない人はやらない方がいいかなと思います。つまんで揃えてチョキッと切ります。作業前と比べるとだいぶすっきりしました。刃切りをした葉っぱと刃切りをしてない葉っぱ見比べるとこんな感じになります。針金掛けや剪定は2月末ぐらいにまたやろうかなと思っています。この辺の込み入ったところをどうするかとか、この辺の枝ももうちょっとかっこよく下げたり、ここもどうしていこうかちょっと考えたいと思います。また次回の動画であげようと思いますので、よかったらチャンネル登録してまた次回、楽しみに待っててください。この辺りももうちょっと下げてみたいかなと思ってます。
今日の作業自体はこれで終わりなんですが、ここから、去年の1月からのこの黒松の変化をまとめてありますので、よかったらご覧ください。はい、こちらは春に行った植え替えの動画、短く編集してあります。元の動画概要欄に貼っておきます。そちらは説明も、コメントしてますので、よかったら見てみてください。はい、今度はこちら7月に行った芽切りの動画です。こちらも詳細な動画は概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらから見てみてください。はい、芽切りを行った後の2番目の吹き出した姿がこんな感じです。こちらでは芽かきをしています。この動画も概要欄に貼っておきますので見てみてください。
こちらが今日の作業前と作業後になります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。1年でだいたいこんな感じで姿が変わっていきます。だいぶ変わるのを見ていただけたかと思います。今後も変化の動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。